ご視聴ありがとうございます。バイアステープを以前紹介した方法で作っていたのですが、18メートルの超ロングバイアステープを作った時に、布を細長く切る作業に50分もかかり、うんざりしてしまったので、別の方法を考えてみました。前回は縫ってからぐるぐる切っていく作り方でしたが、今回は真逆の方法で切ってからつなげるので、ミシンの時間は5倍くらいかかりますが、切る作業時間は10分の1。たった5分で済みました。ハサミでは切りにくい、薄手でツルツルのポリエステルタフタなんかには断然こちらの方法がおすすめです。ちなみに、つなげるときに柄の上下が逆になっちゃったとか、裏表が逆になっちゃったなんてことに絶対ならない作り方ですので安心してください。ロータリーカッター必須ですのでご用意ください。あと、普通の定規でもできるのですが、このテープカット定規というのを持っているとさらに楽に作れます。バイアステープを作る時の目安幅も載っていて便利なんです。今回も前回と同じで生地幅108センチのこちらのシーチングで説明します。前回はこのうちのこれくらいを使って紹介しましたが、今回はこれ全部をバイアステープにしちゃいます。1、布を最適な形にカット。今回も長方形の形なので、縦横1対2の大きさに揃えます。正方形に近い形の布を全部使いたい場合は1対1で揃えてください。53センチありましたので、53×2 で106センチ。耳と余分な分を切り落として106センチにしました。2、縁を1センチでアイロン。裏側を上にして、縁をぐるっと一周1センチ幅でアイロンします。アイロンのこれ、アイロン定規いらずで便利なので、よければ真似してください。詳しくは前の動画を見てくださいね。3、斜めにカット。カットする前に上の縫い代にだけ目印をつけておきます。この目印があることで、柄物の布でも上下逆につながるのを防げますので、忘れずに。半分に畳んで真ん中に印をつけます。右上から真ん中下に向かってカット。上真ん中から左下に向かってカット。正方形の場合は、右上の角から左下の角に向かって切るだけです。真ん中のひし形がないだけで工程は同じです。4、テープ状にカット。これを細長く切っていくのですが、効率よくするために畳みます。まずはこの真ん中のひし形部分から、切りっぱなしのラインをぴったり揃えて畳みます。このラインさえ揃っていれば大丈夫です。こうでもいいですし、こんな感じに畳んでも大丈夫。このラインだけしっかり揃えてください。ずれるのを予防するためにアイロンで押さえます。長い定規の場合は、この状態でカットしてもいいのですが、テープカット定規を使う場合は、長さが収まるようにさらに半分に畳みます。これを作りたい幅でカットします。端のラインが揃っているか確認して、今回は 18mm 幅のバイアステープにしたいので 35mm でカット。全部で10本取れました。続いてこの三角のもカットします。同じように切りっぱなしのラインをしっかり揃えて畳み、
トします。端っこはバイアステープに仕立てた時につなぎ目同士が近くなって見栄えが悪いので、今回は使いません。もう一つの三角も同じですが、二つが混ざらないように必ず分けておいてください。もし混ざってしまったら、目印ありと目印なしのもので見分けてください。ちなみに、ツルツルした生地はズレ防止にマスキングテープで留めるとやりやすいです。こんな感じに何箇所か留めてしまいます。生地を動かさないように切れば、普通の定規でも綺麗にカットできますよ。5、ミシンでつなげる。まずは真ん中のひし形だけをつなげます。こんな感じにつなげるのですが、目印ありの下に目印なしを重ね、折り目同士をぴったり重ねて縫います。折り目があるので、裏表を間違える心配なしです。ちなみに返し縫いはいりません。糸は切らずに、そのまま続けて、今縫った手前の布の反対側の端に新しい布をつなげていきます。こちら側は目印ありなので、新しいテープの目印なしの端をつなげて縫います。これを繰り返します。今縫った布の端は目印ありなので、新しい布の目印なしを重ねて縫う。イメージしやすいように図で説明しますね。印ありに印なしをつなげる。印ありに印なしをつなげる。こういうことです。こんな感じに完成の状態で並べて、クリップで留めて、開いて、V ととんがりを合わせて縫うのがやりやすいかな。自分なりのやりやすい方法で縫ってください。これの繰り返しで全部縫います。6、三角もつなげる。全部つながったら次に三角のもつなげていきます。三角のは目印ありと目印なしの2種類あります。1本目は目印なしをつなげます。2本目は目印ありをつなげます。この時、あれ？端っこどこと思うかもしれませんが、奥に行ってしまってるので見つけてください。今までは端が常に手前に来ていたのですが、三角なので角度が変わって奥に行っちゃうんです。次は目印なしをつなげます。次は目印ありをつなげます。このように必ず交互につなげてください。三角のはつながる向きが決まっているので、交互につなげていれば向きを間違える心配はないです。こちらも図で説明します。まず、目印なしをつなげて、次は目印あり。このように上下が逆にならないので、柄物でも大丈夫です。こんな感じに全部つなげます。7、糸を切る。全部つながりました。両端以外は輪になって、こんな感じにもさもさの塊です。間の糸をチョキンと切っていきます。
全部切ったら1本のテープの完成です。15メートル近くありました。あとはテープメーカーに通して両折れのテープにすればバイアステープの完成です。この紙のテープメーカーの作り方も紹介していますので、よければ真似してください。縫い代が浮いちゃっているところはアイロンで押さえながらやってくださいね。いかがでしたでしょうか？今回は先に切ってからつなげる方法を紹介しました。前回紹介した先につなげてからぐるぐる切っていく方法と使い分けて作ってみてください。わかりづらい箇所がありましたらコメント欄にてご質問ください。高評価やチャンネル登録していただけるととってもありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。